最近の夫はいつもスマホを肌身離さず持ち歩き、誰かと LINE で会話をするようになっていた。どうやら彼には私に隠れて連絡を取り合っている女がいるようだ。私は夫が眠っている隙をついて、女の連絡先を私のものに変えてメッセージを送ることにした。今からホテルで会いたいな。俺も会いたい。すぐに向かうよ。メッセージを送り合っている相手が私だと知らない夫は、すぐにホテルにやってきた。この部屋で待っているのが私だと知ったら、あの人はどんな顔をするのだろう。私の名前は松田美咲。現在は33歳。専業主婦をしながら休職中の身だ。夫の浩太は2歳年上の会社員。友人の紹介で知り合い、結婚してから3年目を迎えた。私は夫の男らしさに惹かれていたのだが、次第に亭主関白な男性の横柄さが目立つようになってきた。私は2ヶ月前に勤めていたパン屋が不況で潰れてしまい、仕事を辞めることになってしまった。そのことを話した私に夫は、自分に寄生するつもりか、さっさと次の仕事を探せよというばかりだった。もちろん退職と同時に再就職をするつもりで仕事は探していたが、就職活動はなかなかうまくいかなかった。そんな私を夫は、パンをこねるくらいしかできないダメなやつと呼んだ。しかも私に言うだけならまだしも、仕事帰りに同僚や後輩を自宅に連れてきては、私をこき下ろすようになった。悪いな。客が来てるのにこんな料理しか出せないような嫁でさ、参るよ。いや、急にお邪魔したのは俺たちだし、奥さん、すいませんね。謝らなくてもいいって。こいつ、仕事も辞めさせられたから無職だし、暇を持て余してんだから。ああ、本格的に規制される前に、早く仕事見つけてほしいもんだよ。何とも言えないような表情を浮かべている人たちに気づくこともなく、夫は大笑いしている。私はお客さんの手前ということもあり、その場は黙って聞き流していたが、私も気の強いところがある性格だ。二人きりになると口論になることも多かった。しかし、今は夫の給与で生活していることは事実なので、それを指摘されると少し肩身が狭かったのも事実だった。少しずつ、しかし確実に、私たちの関係は悪化していった。とはいえ、離婚を考えるまでではなかった。私が仕事を見つけて働くようになれば、夫も変わるだろうと思っていたからだ。そんな日々の中で夫と過ごすことが増えると、私は今まで何とも思っていなかった夫の行動が気になるようになっていった。家にいるときはスマホを肌身離さず持ち歩き、誰かとやりとりをしているのか、常に LINE の画面が開いていることに気がついたのだ。夫婦とはいえ、プライバシーを侵害するつもりはなかったが、一度気になってしまうと、つい視線は夫のスマホに向いてしまうようになっていた。夫の手の中にあるスマホを見つめている私に、夫はなんだと怒ったように言うと、スマホをポケットにしまった。いつも LINE してるな、と思って。お前には関係ないだろ。ええ、関係ないけど。でも、私には知られたくないやりとりでもしているのではないだろうか。夫の様子からも、私はそう思うようになっていた。そんなある日、帰宅した夫はいつものようにリビングでスマホをいじっていたが、しばらくするとソファーに寝転んでいびきをかき始めた。夫の手からスマホが床に落ち、大きな音を立てた。もう、仕方ないわね。私はスマホを拾いながら
夫に声をかけようとした。だが、夫のスマホを手にした途端に、ある考えが浮かんでしまったのだ。今なら、夫と頻繁にやりとりをしている人の正体を知ることができるかもしれない。私は夫が眠っているのをもう一度確認すると、夫のスマホに視線を移した。寝ている夫の指で指紋認証を解除して LINE を開くと、案の定、夫は女性とやりとりをしていた。それはハートいっぱいのスタンプと大好きなどという文言が並んでいる恋人同士の会話そのものだった。そのやりとりを遡っていくと、半年前から続いているような関係で、肉体関係があることも記されていた。私はその女とのやりとりを自分のスマホで撮影し保存していく。夫が浮気をしていたのだからもっとショックを受けるものだと思っていたが、文面は記号のように見えており、私の感情は動くことなく淡々と作業を続けた。半年分ともなるとかなりの量があるので骨が折れたが、それが夫が私を裏切ってきた月日なのだ。夫はその間も私の横でいびきをかき続けていた。私はそんな夫を一別してから女のアイコン画像を保存し、それを夫のスマホから私の LINE にメッセージを送信した。そして、その画像を送ったメッセージを削除した上で、最後に女の LINE アカウントをブロックした。これで LINE を開いても、私がしたことの痕跡どころか、女のページも夫は見ることができない。ついでに、電話帳に登録されていた女の連絡先もブロックした上で削除したので、お互いに連絡を取ることはできなくなったというわけだ。次に私が仕事専用で使っていたスマホで、女のアイコン画像を使って、LINE のアカウントを作成し、二人のやりとりを20件ほど再現した。パッと見では、女のアカウントが私の作成したものに変わっていることには気がつかないだろう。二代目のスマホの連絡先を夫に教えていなかったことが役に立つことがあるなんて、想像したこともなかった。こうたん、今何してるの？そして、私は新たに女を装って、夫にメッセージを送信した。夫のスマホにきちんとそのメッセージが送られたことを確認してから、私は夫を起こした。こうた、こんなところで寝ないで。風邪ひくわよ。あ、おう。お風呂もまだでしょ？早く入ってよ。片付かないじゃないの。うるさいな。わかってるよ。夫は私が送ったメッセージを確認しながらお風呂に向かって歩き出した。すぐに私の2台目のスマホにメッセージが届く。もちろん夫からだ。俺はこれから風呂に入るところ。もしかして一緒に入りたいとか？やだ、もうこうたんってば、恥ずかしいよ。私は先ほど見たばかりの女の口調を思い出しながら、夫とメッセージのやり取りを始めた。女への還元に混じって、私の悪口のようなものが送られてくる。勝手なことばかり言って、と思いながら、私は女になりきって夫にメッセージを送った。最初はバレてしまうのではとハラハラしていたが、夫が気づいている様子はない。現在メッセージを送り合っている相手が、私だとは見抜けずにいる夫の姿を想像してしまい、笑いがこみ上げてきた。今日は仕事で女とは会えていなかったらしく、
夫は甘えるように、仕事が大変だったよとか、少しでも会いたかったなぁと、しきりに訴えてきていた。私はそんな夫に、私も会いたいなとメッセージを送ると、浴室にいる夫に声をかけることにした。湯船に浸かりながらもスマホを手放さず、あんなメッセージを送っていたのか、と思うと呆れてしまう。なんだよ。風呂場にまで来るな。何か用か？こんな時間に申し訳ないけれど、少し出かけてきてもいいかしら。彼女との会話を邪魔された挙句に、私が遊びに行くとでも思ったのだろうか。夫は不服そうに、どこに行くんだと聞いてきた。元上司から連絡があって、これから会って話したいと言われたの。転職先の紹介をしてくれるって言っていたから、その話かもしれないわ。そういうことなら言ってこいよ。でも、少し遠いところに呼び出されたのよ。帰りは深夜になるかもしれないし、断った方がいいかしら。そんなのいいから早く行け。仕事先を紹介してもらえるかもしれないんだろ。ありがとう。じゃあ行ってくるわ。ちゃんと紹介してもらえよ。わかってるわよ。私は浴室の夫に聞こえるようにもう一度、行ってくるわと声をかけると、自宅を出た。外に出た瞬間、私のスマホに、嫁が出かけたから会えそうだと、夫からメッセージが届く。私は女のふりをしながら、夫とやりとりを続けた。そして、空室情報を検索して見つけた、最寄りの駅前から少し離れたホテルにチェックインすると、私は夫に改めてメッセージを送った。本当に出てこれる？実はコウタンの家の近くに来てるんだ。今からホテルで会いたいな。ねえ、来てくれる？俺の家の近くってどこ？今お風呂入ってるから、もう少し時間がかかるかもしれないけど、行くよ。私がホテルの名前と部屋番号とともに、待ってるねとメッセージを送ると、夫からシャワー浴びて待ってて、なんて気持ち悪い返事が返ってきた。あの人はお風呂から出てから向かうことになるだろうし、私はあえて風呂上がりの着替えを用意してこなかったので、それを探す時間もかかるだろう。そして、私がホテルの部屋に入って30分が経った頃に、夫からもうすぐ着くと連絡が入った。部屋で待っていると、ドアがトントンと小さくノックされた。あの人かしら。思ったよりも早かったわね。ドアスコープから覗くと、夫が髪と服を整えながら立っているのが見えた。私はドアを開けて夫の腕をつかむと、部屋の中に引き入れた。おいおい、どうしたんだよ。夫は笑いながらそう言ったが、私の顔を見た瞬間に目を見開き黙り込んだ。待っていたわ。なんでお前が。なんでって、ここに呼んだのは私だもの。夫は私の言葉にスマホを取り出してメッセージを確認している。え？アイコン画像も名前も女のものなので混乱しているのだろう。何度もメッセージと私の顔を交互に見つめてきた。察しが悪いわね。そのメッセージは私が送ったの。あなたの愛しい彼女じゃなくて、ごめんなさいね。は？なんでお前が彼女のこと知って。いつもこそこそとしているから気になって。まあ、本当に浮気しているなんて思ってなかったけど。お前、元上司に会いに行くって嘘までついて。
こんなことをして恥ずかしくないのか？嘘は申し訳ないと思うけど、女に呼び出されたからってデレデレしながらホテルに来る男も大概だと思うわよ。デレデレなんてしてない。そう？でも会いたいななんて言われてこんなところに来てるのだし、言い訳なんて見苦しいわよ。私が夫を真正面から見つめると、夫はしばらく私の顔を睨みつけた後に絞り出すように言った。俺に養われている分際で。あなたは困るとそればかりね。本当のことじゃないか。そうね。すぐに次の職場を見つけることはできなくて、あなたに頼らざるを得ない状況だったことは確かだけど、でも、私の個人的な出費は自分の結婚前から貯めてきた貯金を出しているし、きちんと職探しもしているわ。俺に寄生しているニートが偉そうなことを言うな。でもこの2ヶ月間、私はあなたの稼ぎで贅沢をしたことはないわ。必要最低限の出費だけはお願いしたけれど、あなたに寄生だのなんだのと言われる覚えはないわ。専業主婦をさせてもらってるくせに。そうね。専業主婦で2ヶ月間も過ごせたのはあなたのおかげよ。外で働いてくれているあなたには感謝をしているわ。そうだよ。お前はもっと俺に感謝しろよ。でもね、そもそも相手が困った時に助け合うこともできないのなら、私たちは夫婦でいる意味はないと思い始めていたの。だから、あなたに彼女がいてよかったのかもしれないわ。はあ？離婚するつもりか？へえ、それもいいんじゃない？よくないだろ。そんなことを勝手に決めるなよ。既婚者のくせに浮気したのはあなた。そんな人とこれからも婚姻関係を続けたいかを決める権利があるのは私でしょ？仕事をしていないくせに俺と別れてどうやって生活していくつもりだ？おあいにくさま。もう次の仕事は見つかったし、私には実家もまだあるの。だからそんな心配をしてくれなくても大丈夫よ。は？仕事が見つかったなら早く言えよ。もう他人になるあなたに言う必要ある？まだ夫婦だろ。まだね。でも私はもう離婚するわ。今回彼女を装ってあなたとやり取りをしていて分かったの。浮気相手の機嫌を取るために妻を悪者にしたり、自分の思い通りにならないと暴言を吐いたり、他人の前でも平気で自分の妻をこき下ろす男は最低だって。私はもうあなたへの愛情なんてひとかけらも残っていないもの。今夜中に離婚届は書いておくし、明日には自分の荷物をまとめて出ていくから安心して。浮気相手の彼女とお幸せに。もちろん慰謝料については弁護士に依頼してから連絡することにするから楽しみにしていてね。待ってくれよ。さあなたとはもう話すことないから帰ってくれる？私は今夜はここに泊まることにするから。私は呆然としたままの夫を部屋から追い出すと素早く鍵をかけた。夫はしばらくドアを叩いたりしていたが、警察を呼ぶわよと告げると帰っていった。その後も夫から電話やメールなどが届いたが、話すことはないと返事をしてスマホの電源を切った。その翌日、私は早朝から両親の手を借り、自宅から荷物を運ぶことにした。急なことに戸惑いながらも、両親は私の話を聞くと駆けつけてくれた。夫は必死にもう一度考え直してほしいと私にすがりつき、
玄関で土下座をしていた。昨夜も話したけれど、あなたと話すことはないわ。落ち着いてくれよ。女との関係はきちんと清算する。もう二度と浮気はしない。なぜ自分に二度目のチャンスがあると思うの？許してください。しつこい。娘だけではないぞ。私たちも娘を裏切った君を許すつもりはない。最後は曲がったことを何よりも嫌う父に一喝されて、夫は黙り込んだ。そのまま私は実家に戻り、夫とは離婚に向けて話し合うことになった。弁護士に依頼し間に入ってもらうことにして、夫と浮気相手に慰謝料を請求した。浮気相手は、夫とは出会い系サイトを通じて知り合った23歳の女だった。今はバイトをしている状態で貯金もできていないのに、と減額を申し出られたが、成人している身で既婚者と知って付き合ってきたのだから、私が容赦する必要はないだろう。200万円を請求し、彼女の親が立て替えることで決着した。夫には350万円を請求し、貯金もきっちりと分与してもらった。夫は、無職中は俺が養ったのだと主張したようだが、その訴えは却下されたようだ。私は現在、実家に身を寄せて生活しながら、近くのパン屋で準社員として働き始めた。能力次第で正社員になれると言われたので、それを目指して頑張っている。もう少し生活が落ち着いたら、アパートでも借りようとは思っているが、今は改めて両親に親孝行をしながら過ごそうと思う。来月には、両親と温泉に出かけてみようと計画を立てている。